皆さんこんにちは、日月美和です。今回は日本画の絵の具の一つ、岩彩についてご紹介しようと思います。この岩彩とは何かというと、日本画版透明水彩のようなもので、筆さえあれば簡単に使うことができる、おそらく一番手軽な日本画の絵の具です。使い方については、この後私が実際に描くところをお見せしながら説明しますが、学生時代の美術の時間に使ったことがある絵の具ととても感覚が似ているので、誰でもきっと簡単に使える絵の具だと思います。なので、これから日本画を勉強してみたいという方が、筆や色に慣れるために練習として使ってもいいと思いますし、ちょっとした季節のお便りを書いてみたいという時にも使える手軽なものだと思います。これからチューリップの花の絵を私がこの岩彩を使って塗っていくところをお見せしますので、使い方の参考にしてみてください。それでは始めていきましょう。はい、それではまず岩彩を見てみましょう。今回使うのは48色セットですが、単品でも買えますし、12色や24色もあるので、初めは少ないもので大丈夫です。基本的には水彩絵の具のようなチューブではなく、このような形です。あまり絵の具の彩度が高くなく、日本らしい落ち着いた色合いが多いのが特徴です。蓋の裏に書いている絵の具の名前を見てもなかなか趣があります。それでは説明するほどのことでもありませんが、使い方を見ていきましょう。彩色用の筆を水で濡らして使いたい色の岩彩を撫でると簡単に色を取ることができます。別の色を取りたい場合は一度筆を洗うことをお勧めします。水彩絵の具を使うときと同じような感じです。それでは実際に彩色をしてみます。まずは薄い色から作っていきましょう。白と黄色を混ぜてチューリップの下地となる柔らかい色を作ります。好みの色ができたら早速塗っていきましょう。ここでは梅皿を使っていますが、普通の絵皿でも大丈夫です。次にまた別の少し濃い色を作ります。少しずつグラデーションにするイメージで色を作ります。さっきの黄色を消しすぎないように上に重ねます。色を変えるときはできるだけ筆を洗ってからにします。次は少し赤を足していきます。2輪目のチューリップにピンクを塗っていきます。軽くベースが塗れたら少しずつ濃いところを足していきましょう。基本的には広い面積を薄く塗ってから濃い色を少しずつ足していく感じです。花びらを塗るときは脈を意識して濃い色を入れていくと立体感が出るので感じがつかみやすいと思います。花の方に軽く色がついたので、次は葉っぱも下地を塗りましょう。
花を先に仕上げてから葉っぱではなく、まんべんなく描いた方がやりやすいです。最初から濃い色を塗ってしまうと、顔彩ではなかなか取り返しがつかないので、薄い色から塗っていくようにしましょう。少しずつ濃い色を作っては花の細部を描いていきましょう。この作業を岩絵の具でやろうと思うとなかなか大変ですが、顔彩だと水だけで簡単に色が作れるので、スイスイ描くことができると思います。顔彩はあまり重ねすぎると色が濁っていきますが、少しずつ薄い色を重ねていくと絵に立体感が出ます。さらに濃い色を作り、どんどん描き込んでいきます。葉っぱにも同じように濃い色を入れていきます。少し青系の色味を足した緑を塗っていきます。緑は緑でも青系の緑や黄色系の緑など混ぜる色を工夫するだけでたくさんのバリエーションを作れます。葉っぱも花と同様に脈を意識して塗ると立体感を出すことができます。少しずつ濃い部分を足していって、花の描き込みと葉っぱの描き込みが同じぐらいになるように調整していきます。葉っぱを描いたら花、花を描いたら葉っぱというようにそれぞれを少しずつ仕上げていきます。薄く色をかけたり濃い色で引き締めたりしながら自分のいいところまで描けたら完成です。あまり重ねすぎると色が濁るので気をつけてください。仕上がったものはこんな感じです。あくまで私の塗り方ですが、参考になれば幸いです。はい、というわけで顔彩の使い方についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか？正直これならできそうと思われたんではないでしょうか。筆を使って描くというのはなかなか自分の思い通りにならない部分もあるので難しく思われるかもしれませんが、少しずつ描いていくうちに慣れてきてきっと描くのがどんどん楽しくなると思います。なので可愛い花を見つけた時や
何かワクワクするものを見た時などにちょっと筆と絵の具で描いてみるということをしてみてもいいかもしれません。こんな風に今後も日本画の描き方に関する動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。